2026年1月、韓国のある大企業で、一人の新入社員が意識を失う寸前まで追い詰められた。その社員が初めて出社してから、わずか148日後のことだった。救急車が呼ばれた時、彼女の手には一冊のノートが握られていた。そこには、毎日の出来事が、日付とともに丁寧に記録されていた。上司からの怒鳴り声、机を叩く音、人前での罵倒、そして、誰も助けてくれなかった日々、後に明らかになったことがある。彼女は会社に対して、6度にわたって被害を申告していた。しかし、そのすべてが、会社側によって無視されていたのだ。告訴状が提出されると、状況は一変した。記録された日々の詳細が世間に知れ渡り、当局は企業全体の実態調査へと乗り出した。さらに、加害者である課長の同僚4人が、新たに被害を証言した。一人の新入社員が148日間、毎日何を経験していたのか、なぜ会社は6度の訴えを握りつぶしたのか、そして、この事件はなぜ、ここまで大きく広がったのか。次は、彼女が出社初日から積み重ねてきた、ある、日常の記録を追う。2025年8月、彼女は一つの夢を胸に、入社初日を迎えた。新しいスーツ、丁寧に揃えたノート、前日の夜、何度も確認した通勤ルート、誰もが経験する。あの緊張と期待が入り混じった朝だった。会社は国内でも名の知れた大企業だった。彼女はその倍率の高い採用試験を突破し、正社員として採用された。家族も、友人も、心から祝福した。しかし、その職場には、一人の課長がいた。最初の異変は、入社から数日も経たないうちに始まった。些細なミスへの怒鳴り声。他の社員の前での叱責。仕事を教える代わりに、ただ罵倒だけが繰り返された。彼女は耐えた。新入社員だから、まだ慣れていないから、そう自分に言い聞かせた。だが、日を追うごとに状況は悪化した。朝、オフィスの扉を開ける瞬間、体が震えるようになった。昼食も喉を通らない日が増えた。夜は眠れず、朝になるとまた会社へ向かう。その繰り返しだった。告訴状に記された記録は、ある日突然始まったものではない。毎日、少しずつ、確実に積み重なっていったものだった。2025年8月から2026年1月まで148日間、彼女が書き留めた記録には、怒鳴られた時刻、言われた言葉、その日の体の状態まで、細かく書き記されていた。誰かに信じてもらうために、自分が壊れていないと確かめるために、そして2026年1月、ある朝、彼女はもう出社することができなかった。2026年1月、その朝は静かだった。始業時刻を過ぎても、彼女は現れなかった。同じチームの先輩社員が、何気なく携帯に電話をかけた。繋がらなかった。もう一度かけた。やはり、繋がらなかった。嫌な予感がした。先輩はすぐに彼女のアパートへ向かった。ドアの前に立ち、何度もノックした。返事はなかった。管理人を呼び、鍵を開けてもらった瞬間、先輩は息を飲んだ。彼女は、部屋の中にいた。床に座ったまま、一言も話せない状態だった。顔には表情がなかった。手は震えていた。テーブルの上には、書きかけのメモが残されていた。救急車が呼ばれた。後に最初の発見者となった先輩は、警察の調書にこう述べている。あの子は、ただ疲れていたんじゃない。何かに、毎日削られていたんだと思う。ずっと気になっていたのに、声をかけられなかった自分を悔やんでいる。と、病院に運ばれた彼女の荷物の中から、一冊のノートが見つかった。そこには、2025年8月から書き続けられた記録があった。日付、時刻、言われた言葉、その日の体の状態、会社に提出した相談記録の控え、6回、相談していた、6回、無視されていた、148日間、彼女は一人で記録し続けていた。誰かに信じてもらう日が来ると信じながら、このノートが、全ての始まりになった。捜査当局がこの記録を手にしたとき、事態は一気に動き出すことになる。手帳が、捜査当局の手に渡った。2025年8月から書き続けられた、148日分の記録。捜査員たちは、その最初のページを開いた瞬間、言葉を失ったという。そこには、単なる日記ではなかった。日付、時刻、発言の内容、
身体の状態、提出した相談記録の控え、まるで法廷に備えるかのような、冷静で緻密な記録が並んでいた。2026年1月、警察は正式に捜査を開始した。最初に着目されたのは、6回の社内相談記録だった。彼女は適切な手順を踏んでいた。上司に、人事部に、コンプライアンス窓口に、それでも、すべて握りつぶされていた。会社側は当初、把握していなかった、と回答した。しかし手帳には、担当者の名前と、対応した日付が明記されていた。知らなかったのではない。知っていて、動かなかったのだ。捜査の焦点は、すぐに一人の人物へと絞られていった。彼女の直属の上司、入社当日から148日間、毎日のように言葉をぶつけ続けた人物。手帳の中で最も多く名前が登場する課長だった。しかし捜査員たちが周囲に話を聞き始めると、予想外のことが起きた。同じ課の同僚4人が、次々と口を開き始めたのだ。私たちも、同じことをされていた。と、被害は、彼女一人ではなかった。課長の行為は、組織の中で長年繰り返されていた構造的な暴力だった。捜査は個人の事件から、企業全体の問題へと拡大していく。そして捜査員は、ある一点に注目した。6回の相談が、なぜすべて同じタイミングで握りつぶされていたのか。そこには、誰かの意図があったはずだ。課長には、アリバイがあると言われていた。アリバイ。課長には、アリバイがあった。少なくとも、会社はそう主張した。被害の申告が届くたびに、上層部は同じ言葉を繰り返した。その日、課長は別の業務に当たっていた。記録には残っていない。確認が取れない。と、しかし、捜査員はある違和感を覚えていた。6回の相談、6回すべてが、握りつぶされていた。偶然にしては、あまりにも綺麗すぎる。そこに意図がなければ、こんなことは起きない。捜査チームは、社内の記録を改めて精査し始めた。勤怠ログ、業務メール、会議の議事録、そして監視カメラの映像データ、一つ一つを丁寧に照合していった。すると、ある事実が浮かび上がった。課長がアリバイとして提示した日付の複数において、記録上の行動と実際の位置情報に、明らかなズレが生じていた。会議室にいたはずの時間に、課長は別のフロアに立っていた。証言と記録が食い違っていたのだ。さらに、同僚4名の追加証言が重なった。彼らは口を揃えていった。課長はいつも人の目が届かない場所を選んでいた。と、意図的に証拠を残さないようにしていた。それが長年続いてきた手口だった。アリバイは崩れ始めていた。しかし、問題はそれだけではなかった。6回の申告を握りつぶした判断は、課長一人では下せない。誰かが上から指示を出していた可能性が浮上した。組織の中にもう一つの闇があった。そして2026年3月、捜査当局はついに公式見解を発表する。その結論は、日本でも大きく報じられることになる。企業全体を揺るがす。ある、ひとしきれ、が、表へと出てくる。ひとしきれ。それは、突然やってくるものではない。長い時間をかけて、内側から少しずつ、静かに広がっていくものだ。2026年3月、捜査当局が動いた。最初の切り口となったのは、ある一つの証言だった。課長の直属の部下ではない。同じフロアで働いていた。別の部署の社員だった。あの課長が、一人で判断できる立場ではなかった。上に報告していたはずだ。その言葉は、捜査の方向を大きく変えた。6回の申告が握りつぶされていた事実。それは課長一人の判断ではなく、組織として意図的に隠蔽されていた可能性が、にわかに現実味を帯びてきた。捜査当局が入手した社内メールには、ある幹部の名前が繰り返し登場していた。申告があった日付と、その翌日に送られたメール。内容は、対応不要のたった一言だった。送信者は、課長の直属の上司だった。さらに衝撃的な事実が明らかになる。被害を受けた新入社員だけではなかった。同じ課長の下で働いていた4名の同僚が、追加の被害証言を行った。そのうちの一人は、すでに退職していた。言っても無駄だと思っていた。会社全体が、そういう空気だったから、その証言が、全てを物語っていた。問題は、課長個人の資質ではなかった。
その行為を黙認し、申告を潰し、組織として守り続けた構造そのものが問われていた。ひとしきれは、表面に出てきた。しかし、亀裂の中には、まだ名前が出ていない人物がいた。捜査当局が次に向かった先、それは、もう一人の関与者、だった。もう一人の関与者、その名前は、告訴状の中に、ひっそりと記されていた。課長ではない。しかし、課長と同じ部署にいた。毎日、現場を見ていた。そして、何も言わなかった。捜査当局が注目したのは、チームリーダーの職にあった、もう一人の人物だった。被害者の記録には、こう書かれていた。課長に叱責された後、必ずその人が来た。フォローではなかった。確認だった。その言葉が意味することは、重い。叱責が終わった後に、わざわざ近づいてくる。それは、偶然ではない。組織的な役割分担である可能性を、捜査当局は視野に入れ始めた。被害者は148日間、毎日記録をつけていた。その記録の中に、この人物の名前は、実に40回以上登場している。となる。それは課長だった。しかし、孤立させる。それはこの人物の役割だったかもしれない。同僚との会話を遮断する。情報を意図的に伝えない。ミスを誘発するような指示を出す。直接的な暴力ではない。しかしその行為は、被害者をじわじわと追い詰めていた。新たに証言を行った4人の元同僚のうち、3人が、この人物についても言及していた。あの人がいると、空気が変わった。課長が怒った後、必ずフォローに来るふりをして、さらに傷つけていた。その証言は、一致していた。偶然の一致ではない。構造の一部だった可能性が、浮かび上がりつつあった。捜査は、個人の問題から、組織の問題へと、確実に移行しつつあった。そして次に明らかになる事実が、この事件の核心を完全に暴くことになる。捜査は、ついに核心へと迫っていた。課長による暴言と暴力、それは誰の目にも明らかだった。しかし、調査が深まるにつれ、もう一つの構造が、静かに、しかし確実に浮かび上がってきた。課長が怒鳴った後、必ずその場に現れる人物がいた。表向きは、フォローするように見えた。被害者に近づき、優しい言葉をかけるように振る舞った。しかし実際には、傷口にさらに指を差し込むような言葉を、一つ一つ丁寧に選んで投げかけていた。あなたが悪いんだよ。課長だってあなたのためを思って言っているんだ。このままじゃ、ここにいられなくなるよ。それは、慰めではなかった。追い詰めるための、もう一段階の圧力だった。3人の証言は、この点において完全に一致していた。偶然とは言えない。一人の言葉ならば、記憶の誤りかもしれない。しかし3人が、同じ場面を、同じ言葉で語った。それはもはや、組織的に機能していたパターンの証拠だった。捜査員たちは、この事実を前に、立ち止まった。個人による暴力ではない。役割分担が、あった。怒鳴る者と、その後に追い詰める者、二つの役割が、連動して機能していた可能性が、証拠として積み上がっていた。会社は6度の訴えを、黙殺した。なぜ黙殺できたのか、それを可能にした構造が、組織の中に存在していたとすれば、この事件は、もはや一人の新入社員の話ではなかった。そして捜査が最終段階に入った時、これまで誰も口にしなかった、ある事実が明らかになる。捜査は、最終局面を迎えていた。検察は、課長と副課長の2人を、それぞれ別の容疑で起訴した。暴言と身体的暴力、そして、訴えを握りつぶした行為、2つの罪が、並んで法廷に立つことになった。会社側は、声明を発表した。当該行為は、会社の方針に反するものであり、厳正に対処する、簡潔な、10行に満たない文章だった。6度の訴えを無視し続けた組織が、事件が表面化して初めて、そう言葉にした。新入社員の男性は、2026年4月現在も、療養を続けている。148日間の記録は、今も証拠として保管されている。毎朝の怒号、昼休みの虫、退勤後に届いたメッセージ、それらすべてが、彼が一人で書き続けた日記の中にあった。同僚4人の追加証言により、被害の構造はさらに広がった。課長の行為は、特定の一人を標的にしたものではなかった。職場そのものが、
恐怖によって統治されていた。そのことが改めて記録に刻まれた。労働当局は同社の全部署を対象とした職場環境の全数調査を開始した。調査は2026年2月から続いており、まだ終わっていない。しかし、一つの問いだけが答えを得られないまま残っている。6度の訴えはどこで止まったのか、誰が止めたのか、それを判断した人間はなぜ今も社内に在籍しているのか。会社が沈黙を選んだ時、彼は一人だった。法廷が動き出した今も、その沈黙を命じた者の名前はまだ明らかにされていない。真実の輪郭は見えてきた。だが中心にはまだ影がある。この物語の本当の終わりはまだ来ていない。それから時間が流れた。加害者の課長は2026年2月に刑事告訴を受理された。しかし、起訴には至っていない。社内調査は続いているが、処分の結果はまだ公表されていない。6度の訴えを握りつぶした人事担当者の名前は報告書には記載がない。会社は適切な対応を検討中という声明を一度だけ発表した。それ以降、沈黙が続いている。新入社員の彼は今も療養中だと聞く。148日間の記録は法廷の証拠として保管されている。毎日書き続けたあの日記が今は彼の声の代わりになっている。同僚4人が追加で被害を証言した。彼らもまた長い間一人で抱えていた。誰かが声を上げた時、初めて他の声も集まってきた。この国の職場で今日も同じことがどこかで起きているかもしれない。記録することをやめないでほしい。あなたの言葉がいつか誰かを守る証拠になる。